皆さんこんばんは。シンプルに暮らす40代独身 OL のあきです。今日から100日で1000個捨てチャレンジ始めます。今回は最初の7日分をお届けします。まずは小さいスペースから1日10個ずつ片付けていきます。片付けが苦手な方でも一緒に始めやすい内容なので、この動画が断捨離のお供になったら嬉しいです。このチャンネルでは好きなものに囲まれて暮らすシンプルライフを発信しています。暮らしをすっきり整えたい方はぜひチャンネル登録お願いします。Day1 は宅配便と郵便物、家電の説明書などを整理していきます。まず玄関に置きっぱなしだった緩衝材。捨て方がわからないものを放置しがちですよね。うちの自治体は燃やすゴミでした。はい、まず1個です。次に宅配便。大きいほど開封が面倒でつい放置しちゃいますね。これは加湿器です。段ボール1枚で1個カウントしちゃいます。なので2個です。久しぶりの捨て活なので甘めで続いて加湿器を開封して作動するか確認してからゴミを捨てることにします。シックな加湿器ですね。あ、出てる出てる。よし。はい、このゴミも1個としてカウントします。続いて郵便物です。国税局からの封筒。届いた時ドキッとしませんでした。私ちょっとびっくりしちゃいましたね。普通にアンケートでした。終了。続いてこちらです。床に置きっぱなしにしていたテレビなどの説明書や保証書。実は最近テレビを買い戻しました。上半期手放してよかったものに入れてたんですけども、参考にしてくださった方すいません。言い訳すると K-POP アイドルにドハマりしまして、出演番組を全部録画したくなったんです。まさか自分がアイドルを推すことになるとは、人生何が起きるかわかんないですね。この捨て活を通して売れるものは売って、来年の海外遠征の軍資金作りに本気で取り組もうと思ってます。はい、話を映像に戻しまして、これはブルーレイの部品です。部品は後で何かわからなくなるので手ぶら貼って整理します。保証書など整理整頓終わりました。Day1 は無事10個達成です。初日から大物を片付けてすっきりしましたね。Day2 です。バッグ、ポーチ、財布の中身を整理します。まずはバッグの中を全部出しします。私、棚の整理はできるんですけど、バッグとかポーチの中はなかなかできないんですよね。いつも汚いです。ポーチの中を全部出していきます。このボロボロポーチは手放します。続いてバセリンです。残りわずかなので使い切ってお別れします。たまにハンドクリーム何使ってますかとご質問いただくのですが、バセリンです。乾燥肌なので何を使っても潤わず、リーズナブルなのでこれに落ち着きました。おしゃれなのにも憧れますが、全方位でお金をかけるとキリがないので、もうこれでいいやって感じです。ゴミ入っためちゃめちゃボロボロなんですけど、捨てちゃおう。レシートです。家計簿つけ始めてから食べがちですね。買ったらすぐ入力しないと。マスクも出てきましたやば。で、ガムのゴミです。ということで、ポーチからは7個。もう全部明らかなゴミでしたね。毎日ゴミを持ち歩いていたのかと思うと悩ますね。ポーチは眠っていた可愛いのに変えました。続いて財布です。期限切れのクーポン。いや、めっちゃあるな。新しいクレジットカード届いていたので交換します。古いクレジットカードは手放します。はい、バッグ、ポーチ、財布の中身は以上です。右下のは手帳の帯です。2025年も終盤にかかっているのにやっと手放します。Day2 は合計10個、通算20個になりました。昨日に続きゴミばかりですが、なんだかもうきついです。Day3 です。ポイントカード、文具の整理をします。まずペンです。
インク出ないものや書きづらいものを手放します。字が綺麗でないのがコンプレックスで、それをボールペンのせいにしていろいろ試しているうちに気づいたら増えちゃいましたね。ペン1本捨てても何も変わらないと思うかもしれませんが、ペン1本すら捨てられない人の部屋は一生綺麗にならないです。私もまだまだ残っているので少しずつ手放していきます。はい、全部の引き出しのチェックが終わりました。今日手放すものはインクの出が悪いボールペン6本、使い勝手が悪かったマステ4本、あとは会員券ショップカードなど4枚、謎のテープ、いつのかわからないトローチなど11個でした。ということで通算31個になりました。デイ4は洗面です。コスメの試供品を使い切ります。結構溜まっちゃってるんですよね。旅行用に取っておきたくなるんですけど、サンプルって使用期限が短いので毎年年内に使い切るようにしています。朝はこれらを使っていこうと思います。肌ラボリーズナブルだけどしっかり保湿されていいなぁとサンプルを使って改めて思いました。それから使い方がわからないもの残りがちですよね。こちらのデイマッサージマスクは調べたら化粧水、美容液の後に使うマッサージクリームのようです。これも保湿力があってよかったです。夜です。シャンプーとクレンジングオイル専用、あとこのパックをしようかな。意外にサンプル1日で使い切れないってことが分かりましたね。翌朝も使って合計10個消費しました。通算41個になりました。まだ残っている分は使い切れたタイミングでカウントしていきます。現品も今は気分じゃないなってものあるので、年内どんどん使い切りたいと思います。デイ5です。冷蔵庫の賞味期限切れチェックです。早速賞味期限切れていた調味料がありました。2024年か。結構過ぎてるな。だいぶ過ぎてるか。料理そんなにしないのに調味料は増えていくんですよね。今日は賞味期限切れの調味料6個と気づけば増えていた保冷剤も3個処分します。そして残っていた食材も使い切り、生活の第一歩は使い切ることだと思います。このトマトソースとオリーブを使ってパスタを作ります。そしてオーストラリアで買った思い出のチャイも今日で飲み切ります。時々オーストラリア旅行の Vlog 消しちゃったのと質問いただくんですが、実はこれスパムコメントが1分に6件ぐらいつくようになってしまって YouTube 側にも問い合わせたんですが、どうにもならなくて泣く泣く非公開にしました。はい、今日の捨て活の成果は賞味期限切れの食材と調味料が6個、保冷剤3個、食材の使い切りが7個で合計16個、通算57個になりました。デイ6は昨日に引き続きキッチンです。前から気になっていたラックを手放します。生活感も出ますし、撮影に映り込むのが気になってたんですよ。質問してくださった方もいたのですが、ごめんなさい。手放すことにしました。ラックにかけていたこの洗剤たちはこの上に移動します。ゴミ袋をシンク下に移して外から見えないようにしたいなと思っています。ということで、このボックスを開けます。ついでに洗います。次にトレイです。丁寧な暮らしに憧れて買ったものの場所を取るし面倒で使わなくなってしまいました。さらに水切り折りたたみラック。これがあるといつまでも食器が置きっぱなしになってシンクの掃除しなくなるんですよね。便利グッズって最初は便利なんですけど、結局私には不要になるケースが多い気がしますね。そして防災用にストックしている割り箸、溜めすぎていたので減らします。一部は会社に持っていきます。割り箸多い方は会社に持っていくといいですよ。過去に自分も人からもらいましたし、渡すとちょっとした人間関係づくりに役立つ気がします。はい、今回手放したのは12個で通算69個になりました。そして左の長期保存食も賞味期限が近かったので今日食べきります。イザ飯のものなんですが美味しかったです。いいですねこれ。
最後にキッチンのビフォーアフターです。ビフォーはこんな感じでしたが、アフターすごいスッキリしました。生活感のあるラックやゴミ袋が見えなくなるのは大きいですね。デイ7最終日は本棚です。なかなか手放せなかった本ですが、読書ノートを書き始めてから読み返したい部分はノートを見ればいいので手放せるようになりました。今日は最近ノートに書き終わったこの10冊をメルカリに出します。カメラの設定がスローになってました。あれもこれも売ろうとするとメルカリ出品予定のものが家に滞留するので、私は基本的に4桁以上の利益が出るものしか出さないようにしています。ただ本は出品が簡単なのでよく出しています。出品しても1ヶ月売れなかったら手放すというルールも設定しています。発送が面倒にならないうちに梱包までしちゃいます。この猫さんが書いてあるものが送られてきたら出品者は私です。はい、ということで今日の捨て活は10個、通算79個です。本はね、出品した日に結構売れて嬉しいです。最近のメルカリは売れにくい印象でしたが、本は意外と売れいい気がします。逆に洋服がね、難しい気がします。皆さんはどうですかね。今回は100日で1000個捨てチャレンジの7日分の動画をお届けしました。通算79個でいい滑り出しです。ただ1000個まではまだまだ先なので正直雲行きは怪しいですが、コツコツ続けていこうと思います。2、3年前ですかね、1000個捨てチャレンジを実はしていて、その後の暮らしの変化を動画にしています。今回のチャレンジのゴールイメージになると思うので、見てないよって方はぜひ合わせて見ていただけると嬉しいです。次回はベッド下収納とクローゼットあたりを片付けていこうかなと思っています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。